マツダ、サバンナ RX-7。一世を風靡したロータリーロケット。洗練のボディをまとい、RX-7 登場。1978年3月、マツダは、新型のロータリーエンジン付き2+2スポーツである、マツダサバンナ RX-7 を発売する。スタイリングは、それまでのサバンナが、セダンベースのクーペだったのに対し、一転して、極めてクリーンなリアルスポーツルックになった。フロントはスムーズにスラントしており、ラジエーターグリルはない。また、ヘッドライトは使わないときは、ボディ面とつらい位置になるように、モーター駆動でしまい込まれる、リトラクタブルタイプとなっている。後部のガラスハッチは、開閉が可能で、多くのラゲッジを積み込むことができた。カニ目だったかもしれない RX-7。RX-7 のデザインは、1975年、昭和50年から本格的にスタートしている。エクステリアは飛行機のキャノピーをイメージ。デザイン検討を重ね、4種の5分の1クレーモデルが作成された。クレーモデルのうち3タイプは丸型ヘッドライトのカニ目のような固定ヘッドライトを持ち、残る一つがリトラクタブルヘッドライトだったという。当初、固定ヘッドライト案の支持が高かったが、開発の最終に近い段階でリトラクタブルライトに変更、デザインは決定を見た。コストを重視して固定ヘッドライトを押す上層部の意見よりデザイナーの意向が尊重されたようだ。屈指のハイポテンシャルを誇る RX-7 の駆動方式はフロントエンジン、リアドライブ。エンジン搭載位置を後方に下げたフロントミッドシップにレイアウトとされ、良好な前後の重量配分を生み出している。エンジンは単質容積 573cc×2 の 12A 型ロータリーエンジンで最高出力 130PS、7000rpm、最大トルク 16.5kgm、4000rpm を発揮する。ブレーキはフロントがベンチレーテッドディスク、後輪がドラムの組み合わせ。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、コイルスプリング、リアがフォーリンクとワッツリンケージ、コイルスプリングで固定軸を吊る。車重は充実装備のリミテッドグレードでも 1005kg と十分に軽く、最高速度は時速 180km、リミッター作動 0-400m 加速は15秒8と当時の国産スポーティーカーとして抜群の高性能を示した。この走行性能の高さこそがロータリーエンジン搭載車の魅力であり、RX-7 の最大の美点だった。性能的には2リッターエンジンを積むポルシェ924や 2.8 リッターエンジンを搭載するフェアレディ Z などに匹敵し得るものだった。おまけに価格は123万円から173万円とすこぶるリーズナブルな範囲にあったのだから、世の走り屋と言われる人たちが先を争って RX-7 のステアリングを握ったのも当然だったろう。デビューレースでクラス優勝を遂げる。RX-7 の最初の国際的なレースは1979年2月のデートナ24時間レースであった。マツダは2台のワークスマシンを持ち込み、2.5 リットル以下の GTU カテゴリーに参戦。1台は外国人ドライバーに委ねるが、もう1台は片山義美、頼野隆、寺田洋次郎の日本人ドライバーがステアリングを握った。予選はレコードタイムに1000分の1秒差に迫った日本人組がクラストップ、2位に外国人組が入った。決勝は24時間の耐久レースである。トラブルに見舞われ、順位を落とすが、結果は日本人組がクラス優勝、総合5位の栄冠を勝ち取り、外国人組がクラス2位につけ、ワンツーフィニッシュを達成した。その後、イムサでの1980年から87年の GTU マニュファクチャラーズタイトル、8連覇など輝かしい戦績を残す。初陣となったデートナ24時間と同年の1979年、RX-7 は、ルマンへの挑戦も始めた。ロータリーエンジンは1973年から参戦。そして、スパフランコルシャン24時間レースでの日本車で、初の総合優勝。
1981年など RX7 は世界中のサーキットを席巻した。WRC 世界ラリー選手権での活躍。イムサでの活躍など RX7 はサーキットでの戦績に注目が集まるが WRC でも世界のスポーツマシンとの戦いに挑んでいた。時は1979年、グループ4のカテゴリーでランチャ・ストラトスが活躍していた時代にモンテカルロラリーのグループ2でクラス優勝を果たした。そして1983年になるとマツダはマツダラリーチームヨーロッパを設立。83年のアクロポリスラリーでクラス2、3位、グループ2の成績を収めた。翌年、1984年、第6戦、アクロポリスラリーで、グループ B 仕様の RX7 が登場する。しかし、驚くことに、この RX7 は 2WD。アウディのスポーツクワトロや、プジョー205ターボ16など、4WD 全盛の時代に 2WD を選択していた。グループ B の RX7 は、1985年の同じくアクロポリスラリーで総合3位の偉業を成し遂げている。